音符をぐるぐる回してオルゴールみたいにしています。2周目はこっそりメロディーが変わってたり。始まり。新要素いっぱいの冒険へようこそ。今回の動画ではニューアドベンチャーズという公式の追加マップで遊んでいきます。本編後を想定しているから注意してね。始まりはいつだって不安に揺れています。そんな看板どこにも見当たらないけど。かわいい。葵から葵ちゃんって呼ぼ。ババイズユーもついに2人プレイに対応したようです。コントローラーを取り合うことはもうなくなったな。ロジカル殴り合いが代わりに発生しそう。最後はケケに操作を渡せばいいってわけ。うちの勝ちや。迷路。すごすぎるなこれ。これ本当に同じゲーム？マッパー使って歩かんとな。今はテキストをぐりぐりやっとるで。新要素がないステージもありますが、どれも非常に高難易度ですね。エンプティーズを左側に。こんな感じで押し込めばクリアできるんよね。確証はないけど、頑張ればクリアできそう。これ右向いててもブルぶつければいけない？おう。ゲーム内でプログラミングしてる感じしますね。最小手数を詰めるというより、目的の機構を作ったら OK って印象ある。難しそうに見えたけど、うちを止めるには力不足。2、おかわりです。うちは負けへん。イズが増えとる。さっき救出しようとしてうまくいかんかったけど、イズ2つなら助けられるんやない？実際にやってみた。ワクワク。やったー！無事に救助できました。これロケットも救助できるんか。ほなこれでバードをもう一回引っ張れそう。あ。一回みんな止めたいんやけどな。バードをムーブして1ターン空けてからロケットをムーブさせる必要があります。あるやんここに。さっきうまくいかなかったシステムがこっちで使えるの嬉しいな。ゲット！楽勝。別海があるステージは一番最初が一番難しい説。差分で何すればいいか想像できる分、アシュは思ってるより楽やったな。起床し来ました。多分なんとかなるやろ。苦戦せずにあっさりできそうやな。
操作はかなり苦戦してるみたいだけどね。あとはロケットを動かせば最初の問題と同じってわけ。テストでよく見る展開だ。こういう洞窟の BGM 好き。水晶の音が聞こえてくるような曲は素敵ですよね。ゼルマイト鉱山洞とかな。絶対伝わらない例えじゃん。これはうちの予想やけど、多分テレで水晶の声を表現しとる気がする。キラキラ言ってるようにも聞こえるね。プッシュにシフトで入り込んで、ベルトを詰まらせてゴールや。この辺の地図、埋まったね。次はどっちなんやろ。間隔を空けて雷を落とす機構を作りました。葵ちゃんの雷は怖いで。落とさせるお姉ちゃんが悪いんだよ。あ。フォールじゃプッシュは押せんかったな。もっと間隔空けないとだね。最大間隔にしたけど、多分ここまでせんでもええよな。完璧じゃなくても正解にしてくれるところがババイズユーっぽくていいですね。このステージもな、下のテキストが押せるってのが右のヒントになっとるんよね。システムを体験させることでプレイヤーに再現させるのが本当にうまいと思う。柱もちょうど3本なのがおしゃれ。あとはウィンを回収すればクリアですね。あれ？もしかして今度は右のフィアーが左のヒントになってる？過去ステージが博物館ならこっちの新ステージは美術館やな。過不足なくテキストを使い切るおしゃれ構成思いついたかも。ストップを使ってテキストを横に持っていく感じ？そんな感じ。こういう墨にテキストを固定するの、リーサル決めきった感じがして好き。あとはゴールまで走るだけや。うお。おう。地味にフラッグイズウィンも失敗してるの面白すぎない？基礎ステージがクリアできないまま応用ステージに挑戦しています。応用の方が簡単説あるからロックをビビらせてスペース作って左に押すだけっぽいんよな。君が脅迫役ね。まだや。ロックを持っていきまして、脅して左に動かしまして、あとはゴールに一直線。本気で来いや。絶対こっちの方が難しいやんな。考えてる姿勢がシュール。わかったかも。
絶対意図しない挙動した時の反応じゃん。これコースと押せるなら、いろいろ話変わってくるで。ババイズ有効例、重ねる儀式です。とりあえず重ねとかなんとかなるから。絶対こっちの方が難しかったやろ。間違いない。さっきのってこれじゃできなかったのかな？徹底しとる。すぐに答えが分かったみたいです。文字数が多い方が何をやってほしいのかが分かりやすい気がするな。今回だと一時的にフロートできる機構を作れば勝ち。文字列操作がたどたどしい。あとは鍵をオープンにすればいいってだけ。ダメじゃん。ダメやった。でも最後に浮かせるだけか。すぐできそうだね。息抜きコーナー。自作の花火ステージです。レバーを倒すことで花火を発射できます。花火作成ゲームのノイタには負けるけど、できる範囲で頑張ったつもり。フラッグイズウィンとエンプティミミックフラッグで勝てるはず。あれ？ババの周りにエンプティはあるはずやから、これでええと思うねんけど。バグっとらんか？ノットで上書きされちゃってますね。今度はフラッグミアーババイズユーにしてみた。左から一列の長い文章になってるのがおしゃれですね。下に使えるイズがなくなってもうた。フラッグミミックエンプティだとウィンが打ち消されるからそこもきつそう。ほんまやん。念動力を持った最強のババでブロックを押し込んでいきます。動的に U を変えながらやろうとしとったけど、これで万事解決できそう。イズを先に入れて、後ろからゴミを詰める感じ。使い勝手の悪そうな念動力だ。文字数ぴったりなの気持ちいいな。各エリアにボスステージやるよなこれ。かなり苦戦しましたが、ようやく制覇できました。ここカットしとってな。ボス戦後のチュートリアルがサクサクで楽しい。平和すぎる。知らん単語で難しかったらやっとられんからな。今回の新しい単語はウィズアウトですね。ポテト全部食べちゃえ。新しい単語は増えましたが、やること自体は今まで通りって感じですね。ババイズユーパワーがどんどん溜まってる気がするわ。とどめはババイズウィンで勝利やね。どうせなら最小手数目指したいな。
倉庫版パワーは全然増えてなさそう。これは下にウィンがあるから上のルールを無視できるってことやろ。知らない単語に苦戦しています。こっちは上のルール使うしかないんよな。デフィートとウィンを両立させてもクリア判定もらえるんかな。無敵でゴリ押ししてみるそうです。この構想絶対今まであっただろうに、ステージにしとらんかったのはなんでやったんやろ。2回の移動で3個物を運ばないといけないみたいです。全然思い浮かばん。クラブイズプッシュ使うから最初はクラブを入れるはずやねんな。これ神タイトルだ。ステージ名は Once More with Feeling。 気持ちを込めてもう一度。フィーリングのこもったクラブを入れるステージでした。デリカシーのステージも無事に制覇。デリカシーにはごちそうって意味もあるんだって。デリッシャス。あとは右に持ってくるだけやんな。アバーブの効果でババの上空にあるテキストが消えてしまいます。これ下につけたら自由に入れ替えられる？おう。あったまってきた。こっそり上下入れ替えられてますね。覚えとれよ。完全なラジコンを作成しました。こういうシンプルだけどどこでも動かせるシステムいいよね。本編ステージにも似たようなのあった気がする。ミュージアム・オブ・リビジョンのディムシグナルとか好き。もうおしまいかいな。残念。新要素満点のステージです。フォフォに隠れて見えにくいけど、ババの上空のジジはロックを恐れる。ジジは逃げるけど、プルでロックがついてくる仕組み。フラッグまでが遠いんよな。多分ジジミミックスクエアを使うような気はするんやけど、ジジーズワードの使い方がようわからん。長文を下に分けたら届きそう。確かに。ジジフィアー、ロックがいい感じに遅れて発動しとる。大丈夫これ？大丈夫やった。アバーブの挙動面白くて好き。ナッジこっちじゃないな。右につければいけるはず。うおー。絶対ここまでは合ってるはず。
ユー、ムーブ、ナッチの順に動いてて、ババイズプッシュの関係上これしか重ならないですね。あとは、重なった2人をなんとか分離するだけです。ババ止まる気ないから、逆に先行させるか。シンク乗り越えるんだ。エリアコンプリート。おかわり。相変わらずカルモリのおかわりだ。バシュ。冗談やって。そろそろ左上へ行くべきな気がする。ババアはババだらけのステージ？車両しかないやん。渋滞してるね。渋滞どころではないけど。完全に理解した。このエリア全部別ゲーってことや。これを出口まで持っていけばゴールってことやね。もともと倉庫版パズルではあるけど、よくこんなステージ作れるね。ルールもそこまで複雑そうではないのがほんまにすごい。ロックとを追加して最初に作ったステージだそうです。これ溜まって自動発射。上押さなあかんみたい。ダメそう。意外と体力性かも。体力性の迷路です。これ毒沼か？かに使ってくるか。当然のように持ち物増えてんのやばすぎな。下が振り向きちゃうし、シフトで勝手に向き変わるせいでかなり寄ってきた。もうちょい視野角広かったら、目つむりながら歩けるからマシなんやけどな。やばいかも。お姉ちゃん休憩中。もう何もコメントしなくてもおもろいの。ずるすぎるやろ。右下の範囲だけでルール作ってたりするんかな？さすがにそんなことはなさそう。このマップで初めてのオーブやね。下手、上手。すごいエリアやったな。なんか開いた。ちょうど100個の綿毛だ。
結論出すにはまだ早計やろ。ステージ名に見覚えがあるような。コンパニオンキューブや。箱は押すために存在します。決して箱を別のものに変換しないでください。役に立つ存在がいなくなることで悲しくさせるゲームって、プレイヤー心情をよくわかっとるよな。ラスボス前で橋から落ちる馬なんて、今思い出しても泣ける。プロローグに刺されるガールフレンドでも泣いてたじゃん。あれは BGM が良すぎるんよ。カルモリ初見 RTA や。ちょっと待ってな。シンキングタイム長くない？猫を上にムーブする以外の選択肢なくない？一度下にして。切り返せる？切り返せたならこっちのもんよ。47秒ぐらい？まあまあ早そう。ババイズプッシュの後にフォールするから、これ左下支えられるんとちゃうかな。潰されました。プッシュの更新後にもう一度フォールし直すんだこれ。よう無限ループにならんよな。調べたら、ワードとかだと無限ループが起きたりするらしいです。ババの惑星を切り崩しています。ハードワークになるようなステージ作らないって言ってたやんか。ひたすらテキストとプッシュを使って、ババに足を見させていますね。これもしかして、どうしたの？いやグラウドいつ言うにしてからさ。いやなんでもないわ。買ったで。ノットロンリーババイズファントムでイズを取り出して。重なってる間はどこでも通れるようになります。ロンリーババイズファントムで切り離して。重なっていないとき、どこでも通れるようになります。ファントム解除して、フラッグイズメルトで GG。楽勝。残すステージもあとちょっとですね。これグループ関係なくない？グループのステージって結構少ないよね。おもろいステージにするのむずそうやしな。プッシュ邪魔やん。突然終わるやつ。あと1エリアしか残っとらんのかな。と
ドレインをここにセットしてな。ドレインイズムーブにしてな。パイプミミックババイズブロークンで壁を壊せるってこと。あとはウィンにするだけやからスムーズに終わるな。当然。ゼロ。めっちゃ気になる。今度は壊した壁に太陽を埋めます。太陽を中心に壁を壊すことでストップを解除してクリアです。壊した壁にテキストを押し込むだけや。このステージも派生ステージだけど、これは軽盛りじゃなくて大盛りかも。他2つは簡単やったし。00めっちゃ気になるな。サクッと他ステージをクリアしました。これ本家ステージか。Where do I go と同じですね。これがウィンかな。本家と同じ術中にはまってそう。中央にスカルイズデフィートみたいなのがあるんやろ。これで安全なはず。イズ入れたらクリアできそう。この情報量だけで面白いの、ほんますごいよな。ということで無事に最後のエリアを制覇しました。ラスダンっていうよりはおまけって感じやった。残るは右下。ラスボスっぽい発展言語学に挑戦しています。これもしかして切り替えるベルトじゃなくて組み合わせるベルト？I have a baba. I have a move. On. ババムーブ。シフトもつけちゃおう。別にいらなさそう。これで終わりですね。レベル来い。こんかったわ。流芸あるある。クリアが寂しい。あかねイズサット。ということで、無事に DLC をクリアしました。ここからはおまけ編です。前日譚。このステージ久しぶりにやったけど、解放忘れちゃったな。この BGM がトラウマなことだけは覚えてるけどね。間違いない。右下でババ。こんなことしとらんかった気がする。なんかできちゃった。
初見の時はフロートを解除してからゴールしてました。確かにこれでデフィートしなかったんがちょい不思議やったな。過去ステージの展覧会をほぼクリアしました。制作の裏話っぽいのがいっぱいあって楽しかった。問題のトレインです。最初、挙動に納得いかなくてクリア不能かと思ったけど、単に難しいだけらしい。ベルトの奥を壁にしたいんですが、手前が壁になってしまいます。ロックでウォールを消せるせいで、自由度が高すぎてやばい。あと1個ベルト消せればクリアやねんな。簡単版と難しい版の比較です。上のエリアと左のはず回りが広いから、そこら辺で工夫がいるんやろな。葵ちゃん見てみて。お寿司。あまり美味しくなさそう。これってうまく利用できないの？ロックを全部使っとるんと、左にロックを取り出せないから無理そう。余分なパーツは邪魔になるだけよな。看板の言い回しに影響されてそう。そんなことないで。別にこういう要素、無意味で有害なものとは思っとらんよ。思ってそう。これができたら、ベルト消せそうやな。ハード版特有の空間もうまく使えてるね。問題は、ロックをここまで持ってこれないことやけど。右上の空間の方が大事なのかな。この操作、ちょっとおしゃれ。ベルトを右上に持っていくと回収不能になりますが、これなら回収できますね。とりあえず重ねてみます。実行中に依存するみたいなことが看板にあったから、方針は合ってそう。いろいろ試したいけど、毎回上下行き来するの面倒やな。検証用のワールドです。これで、オープンとシャットつけてみる。すぐ止まっちゃった。カニが無敵になっても意味ないかな。片方が止まって進まなくなるみたいです。ロックを重ねてみます。違うな。違うとは思うけど、一応試してみるか。適当にベルトを重ねてから、ベルトとウォールを追消滅させてみます。これもしかしなくても、リターンオブシーニックポンド級のヤバステージ？ベルトハズベルト&ウォールからのベルトイズシフトをやってみます。アハ体験。あ、本当にアハ体験してる。壊すべき壁は最初に存在していなかった。自らが生み出した壁こそが壊すべき相手やったんや。精神論。ベルトの上に生成したウォールをロックで消滅させるみたいです。最後はベルトイズシフトでトレインの完成。ああ、ウォールイズストップだけどシフトなら移動できるから動くんだね。そういうことを。
これ、何の問題もなくウォールが一周してるけど、移動判定するの大変そう。うちなら1ターンで2周させる自信があるね。2周で済めばいいけど。ということで、公式マップ最強格のトレインを撃破できました。自力で見つけられんかったフォアといい勝負かも。こちらは、アイキャッチで用いた花火ステージです。実はこのステージ、ウィンできるようにしてあるんよ。どうやったらウィンなのか、みんなも一緒に考えてみよう。ヒントとかないの？左下に注目。だそうです。正解発表を。正解は、ババをグループに入れる、でした。ババイズグループを頑張って作る感じ。葵ちゃん、グループに入れてもらうのに、ルールなんていらんのよ。みんなで同じ花火を見るだけで、同じグループや。深い。いい話だったけど、右の深淵テキストで視聴者側が置いてけぼりになってそう。新要素てんこ盛りやし、読むの大変そう。とりあえず、これで雰囲気は伝わると思う。多分。花火の映像とともに、今回の動画を締めたいと思います。皆さんもぜひ。何してもらおう。高評価、チャンネル登録をよろしゅうな。よろしくお願いします。おしまい。